何も決めずにいます。何も決めずにはい。なぜシー学に？もういろんなものを見てみたかったからです。なるほどね。自分の知識を広めたいっていう、見識を広めたいっていうのと、なるほどなるほど。はい中学高校の時は何やってたんですか？中学高校の時はもうすごいひたすら勉強学校にいました。なるほど。ひたすら勉強して筑波に来て、はい何がやりたいか分からなくなってシー学に来てみたら、い何が面白かったですか？何が面白かったE-TEC ブースがすごい小さいことがいろいろ詰まってて、ですごい面白かったです。体験もので、はいテクノロジーで先進の技術をこういう研究者がいろいろ考えていると、はいでそれを触れるようになっていると、はい自分もなんかやってみたくなってきた。すごいなりました。なんかやれそうな感じある？はい一番自分の身近なことに感じたのが本当に体験ブースでプロセッシングを使ってゲームコントローラーを作ろうっていうのを少し外から見ていて、はいまずなんかそれを見てこれは私でもできるとか思いまして、まずそういうきっかけを得られたのは嬉しいです。なるほど。はいでも私も97年に初めてシー学に来て、はい展示されてるものを見て、これなら俺でもできると思って、はい98年にはいました。あ展示側で。で私はもう夏休み中にやります。なるほどなるほど。はいじゃあ、神戸に向けて何か行きたいと思ってる人にメッセージを。神戸に行きたい。もうすごい知識を広められる場です。しかも電車でね。一緒です。日本ですよ。行かない手はないです。自腹で飛行機乗ってくるよりはね。はい、もうこんな近いところでっていう。シーグラフ神今は何やってますか？今学校でですか？何年生？学部1年生です。1年生。はい。1年生自腹で来たのね。自腹で来ました。そうか。はい将来何になりたいですか？将来はなんか研究とかに携われればなと思います。なるほど。研究者になりたい。はい。今回シーグラフで見てみて面白かった。すげえインパクトあったものなんですか？一番やっぱり僕は先生の落合先生についてきた落合先生のフェアリーライツはすごいなと思いました。師匠の研究はやっぱりすごいと再認識。すごいなと思いました。なるほど。そうか。それをエマージングテクノロジーで見たってことですね。そうですね。エマージングテクノロジーじゃあ1番がフェアリーライトだとすれば2番は何だったの？ 2番ですか。やっぱりいろんなところから長野君ですそうね。ですね。USC、南カリフォルニア大のそうですあれですね、大量なプロジェクターによる光線空間再現なるほど。ああいうのやっぱり見るとアメリカすげえとか思う。すぐ規模がやっぱり違いますし、ああいうところでしか見れないものなので、あれ日本人がやってますけどね。はい、それでもやっぱりすげえ。すごいですね。なんかやっぱりペーパーとかで見るより実際に見てみるとだいぶ印象も違いますし、長野君はあれに加えてペーパーも通してますからね。そうですね。全然違うネタで。そうですね。なるほど。彼は大学2年生で、アメリカ渡ろうって思い始めました。どうですか？いやなんか1年の身としてはやっぱり1年後そんな風に動ける人がいるってなるとやっぱり自分ももっとアクティブに動かなきゃそうですね。彼もでかい研究が2年生ですでにやっていて奨学金とか取っていったので、そうですね。まあだから学年なんか関係ないですね。そうですね。だからどんどん動け、でも基礎はおろそかにしないようにしなきゃ。そうなんです。じゃあシーグラフアジアに向けて例えば中高生とか同じような大学生とかに何かメッセージがあれば。やっぱりこういう分野ってなんかやっぱり決められてると思いがちなんですけど、こう中学生高校生とか勉強とかって決められてなくて、なんかもっと自分でアグレッシブに行動していけば何でもなんか教えてって言えば教えてくれる人が必ずいる分野なので、もっと教科書に書いてないもんね。そうですね。それに MIT の一番上の人が、しかも日本人だし、しかもあれだよね、一つの分野だけじゃないって言ってますね。いろんなところを混ぜて。日本帰ったら何勉強しますか？僕ですか？いやそれはもちろん自分の専門分野とやっぱり英語を話せるようにしなきゃ、なんかもっとなんかやっぱり論文とかって英語で書いてあるんで、そういうのを吸収するためにもなんかそれがなんかそれだけを勉強するのが目的じゃないんですけど、そのツールとしての英語をちゃんと身につけないと知識は吸収できないかなと。なるほど。じゃあ、もっと緩い人たち向けにゆるい人たち向けにとりあえず映像だけ見てれば分かりますレベル。そうですね。なんか例えば何も知らずに見に行ってもなんか映像とかなんかデバイス
スとかでも結構パッと見面白いし、なんか自分たちの見てる映画とかの実は技術がこういう風に使われてたっていうところを見たりすると、なんかやっぱり面白いので、ぜひ来るといいかな。なるほどね。じゃあ勉強する理由とかモチベーションを探しに行く場所としてもいいだろうね。なんか映画好きっていう理由、なんか勉強嫌いだけど映画好きって言って、実は映画のこういうところにこういう勉強がなんか使われてるっていうのが分かると、やっぱり勉強にするモチベーションにもなるかな。そうだよね。コンピューターグラフィックって数学と物理だよね。そうですね。だからそういうのをなんか先が見えないと数学って辛いですけど、なんか先が見えるとやっぱり面白くなるから。なるほど。ありがとうございます。See you in 神戸。で、はい、竹下さん。はい、はい、今何をしている今筑波大学に通っていて3年生です。今回シーグラフは自費で、そうですね、自費です。はい、何を見に来たんですか？そうですね、とにかくコンピューターグラフィックのいろんな最先端の技術を見に来ました。はい、何か面白いセッションってありますか？そうですね、私はアニメフェス CG コンピューターグラフィックスアニメフェスティバル CAF コンピューターアニメーションフェスティバル、コンピューターアニメーションフェスティバルすごい良かったと思います。会場の盛り上がり、そうですね、はい、これ動画だけ見てもしょうがないよね。そしたらそうですね、本当にその最先端の技術を使ったアニメーションで会場が盛り上がってるのがすごい。そうだよね。世界の人たちがどこで盛り上がってるのか見るみたいですね。はい、大事だと思う。将来は何になりたい？将来はゲームクリエイターになりたいなと思ってます。なるほど。はい、じゃあ中学高校ぐらいの人たちに、シーグラフ行こうかなと思ってる人たちに何か見せるよ。そうですね、シーグラフはもう本当に世界のなんか最先端の CG 技術が結集されてできている、とにかくすごいものが見られる場所です。See in 神戸。今何歳ですか12歳です。？12歳。シーグラフ初参加いいですか？まあいろいろと面白い。将来どういう何がしたいんですか？JAXA 関係の。じゃあ探査機とか作ろう。探査機とか作りたい。あはやぶさ世代だ。生まれた時にはやぶさができて帰ってきた世代だな。なんか CG 関係ありそう。あると思います。あると思う。はい。例えば設計とかでこの状態で大丈夫かっていうのを調べるとかにCG とかが必要なと思いますね。なんか何が一番面白かったの？なんかプロジェクターが何台もありがとう。破壊とかシミュレーションとか。あとはなんかいろいろなシミュレーション、リアルタイムシミュレーション。服を着る時のシミュレーションとか、服を着る時のシミュレーション。確かに宇宙服着るのに使えるのかな。あとはなんか破壊のシミュレーションでなんか火力バーンとかするときに一体どうやったらちゃんと吹っ飛ぶとか。ちゃんと吹っ飛んでくれるのか。破壊のシミュレーション、確かに宇宙には役に立ちそうだ。なるほど。また今度来たい。はい。シーグラフ